こんにちは、大輔です。本日はコロナ後の海外旅行がどのように変わっていくのか、5つの変化について皆さんにお伝えします。皆さんの中には海外に恋人がいる、家族がいる、仕事がある、留学を予定していたりね、入国制限の状況が気になっちゃって仕方ないよという方少なくないんだと思います。ということで、日々渡航制限に関して情報発信する私ですけども、いよいよもうあと少しでね、観光を含めた扉が開きそうな予感がしていますので、予感ですよ。あくまでも予感ということでね。そしていざ開国となった場合にですね、あれ？何から準備していいんだっけとならないようにですね、その時の自分に向けた動画にもなり得るという意味を含めましてお話をさせてもらっています。そして本動画の内容は本当は誰にも教えたくないというね、内容も含まれています。というのも、皆さんにとってですね、もしかしたら残酷な話も含まれていると思われるからなんです。中には今までのように思い立ったらすぐに LCC チケットを買ってね、ひょっと空港に行って、飛んでいくというこういう具合にはね、いかなくなるケースもあるわけでして、それでも本当は旅が好きなのにその気持ちに蓋をしてしまった2020年をね、過ごしていらっしゃる方多いんじゃないかと思いまして、残酷なシビアな点も含めてきっちり理解をしていきたいという方に見ていただければと思います。本日のラインナップはこちら。変化1、事前のコロナ検査が身近になる。変化2、空港チケットの買い方が変わる。変化3、サバイバル能力の求められ方。こちらもね、変わっていくという話です。変化4、海外旅行保険の重要性が増していくと。どうなっていくんですかね、これ。変化5、〇〇の存在が身近になる。何でしょうか、これはね。それでは参りましょう。変化1、事前のコロナ検査が身近になるというお話ですが、ウォッチしている国の中のもう半分以上がですね、もう体感では7、8割が渡航前の検査を必要としてくるようなね、世界になっていますよ、これは。必要のない国っていうのは圧倒的にね、欧州の国々とあと米国ぐらい、アメリカぐらいで、その他の国に関してはもう皆さんね、事前のコロナ検査、必須というふうにされているわけです。これはね、よく考えてみると、自己防衛反応が各国働いてるんじゃないかというお話なんですよね。陽性者濃度が高い国からいかにして自分の国をね、守っていくか、自分の国に流れないようにせき止めるかっていうことで、各国の政府が水際対策を実施しているということです。もちろんですね、陽性率が高い国、濃度が高い国に関してもね、こう撒き散らさないようにするっていう配慮がもちろん必要ではありますけども、それと同時にですね、長きにわたる渡航制限によって疲弊した経済を回復させたいというね、各国それぞれの思いがありますんで、そこから巻き起こる力と、本当は国をきちんとこう感染防止をしていきたいというね、この力がこう均衡している今日この頃というね、そんな感じだと思います。そういう意味だと、アジアで一番陽性率がですよ、数字上高いとされている国、これどこかというとね、もう残念ながらフィリピンなわけですよ。で、このフィリピンのような陽性率が高い国から低い国にね、渡航制限を緩和していないと。低い国をフィリピンとして受け入れるということをして、まだね、今のところしてないということなので、これはね、少し、不思議な点っていうのもあるわけなんですけどね、こう欧州の例だとかを見ると、でこういった世界各国の入国制限の最新情報というのはシリーズ動画として月2回のペースで配信していますので、これぜひ概要欄にリンクを貼っておきますので、ご覧ください。主要な30カ国以上、世界の渡航ハードルの状況、短時間で理解できる内容になっています。本チャンネルの一押しシリーズですね。で、渡航先の国の
入国制限で、このですね、コロナ検査の結果を提示しなければならないというね、こういうケースが増えていくことが想定されますので、実際もう今そういう風になりつつありますので、これはね、英語での陰性証明を皆さんが持参をしなければならない、そういった世界がもう当たり前になりつつあるということに、ことを意味しているわけなんですよね。そしてこの事前検査にはいくつかの種類があるので、ここもきちんと理解として押さえておきたいところなんですよ。こちらのような種類があります。検体採取の方法だけでもね、これ2種類今のところありますね。鼻咽頭拭い液方式ということで、これスワブテストと言われる鼻に入れるタイプのものと、あとは唾液方式ですね。そしてその取った検体を検査するやり方に関してもいくつかの種類があるわけなんですね。例えばこんなものです。拡散増幅検査としてリアルタイム RT-PCR 法が一つ目ですね。で、もう一つ目が同じく拡散増幅検査ということでランプ法と呼ばれているものです。そして最後に抗原定量検査ということで、日本の外務省が発表しているレジデンストラックなどの申請書類を見ますと、これら全てのパターンの選択肢がね、一応チェックつけられるようになってますので、いずれでも OK というふうになっているようです。日本に受け入れる側としてはね、選択肢があるということです。なんですけど、例えばですね、これが日本から例えばハワイに渡るハワイ州の政府もですね、最近日本からの渡航者を緩和していくって方向性を声明としてね、出していますけど、ハワイ州が許可をする方式というのは限られているわけなんですね。この中でも拡散増幅検査方式ということで、かつですね、日本の厚生労働省が認めたものというふうに記事には書かれてますので、ある程度やっぱ各国それぞれの条件に合わせていく必要があるという、そんな状況なんですよね。ちなみに一番精度が良いとされる方式、皆さんご存知でしょうかね。この中にあるんですよね。このスワブテストである拡散増幅検査の RT-PCR 法、これがね、一番精度高いんじゃないかというふうに世界的に見られています。各国ごとに指定する方式が異なりますので、このあたりは渡航先の国が指定する方式、事前に皆さん自身で確認をしていくということが必要になってくるということですね。そして、これね、検査費用の話もね、皆さん気になるところだと思いますけど、ほとんどの場合が自費検査というくくりになるかと思います。日本国内で検査を受けた場合というのは、見た感じだとですね、3万円とかね、5万円がいいところじゃないですかね。決して安い費用ではないですし、そこからね、英語版の陰性証明書を作成する費用で、だいたい3000とか5000とか取ってる病院さんが多いように見えますので、これをね、聞くと若干海外旅行が少し遠のいてしまうという一つの要因でもあるんじゃないかと思うわけなんですよ。なので、このあたりの価格がこなれたものになっていく。この必ず下がってきますんでね。もしくは、この検査が不要となる国っていうのは今後中長期で見て増えていくということを待っていきたいわけですけど、どちらが早いのかについては今後注目をしていきましょうといったところですよね。それでは次行きましょう。航空チケットの買い方が変わるというお話ですね。パンデミックの中で選択できる便数が少なくなってるっていうね、これまたちょっと悲しいお知らせになるんですけどね。これはもう致し方ないですよ。入国制限がかかることで旅行客が減りますので飛行機の便数も減るということで、予約をできる便がですね、以前よりやっぱり少なくなってしまうと。なんとか予約したフライトチケットを手にしながらですね、当日を待ったとしてキャンセルになってしまうっていうリスクも以前より多いわけなんですよね。これは相手国で行動制限が突発的に起こる、そういったことが考えられるわけなんですよ。ということで、払い戻しが可能なチケットであったりだとか、後々スケジュール変更が効きやすいチケットのね、購入をする人たちが増えてくると言われているんですよね。すでにそういう統計も出ている模様です。このことは先ほどお話をしたコロナ検査にも密接に関係してくるお話なんです。出発前72時間以内の陰性証明の取得が必要な国がほとんどですのでね、この取得のタイミングを悩むわけです。このコロナの検査をするタイミング、このことについては
一部の視聴者さんからも以前からコメントをいただいておりましたので、多分ね、悩まれてる方が多くなってんじゃないかなと思うわけですね。こんな感じです。国際線のフライトチケットというのは3日以上前に準備する方がほとんどですよね。いきなりね、明日行こうって言って、突然チケット買う人ってそうそういないわけですよ。僕は北海道行くのに当日カウンターで買いましたけど、普通はね、そんなことはないわけですよ。すなわち、チケットを購入した後にコロナ検査を行うという流れですよね。となるとですね、万が一陽性が出てしまうとチケットを使って、飛行機に乗ることってのはまずできないわけですよ。その際に払い戻しが効くのかどうかっていうのは航空会社によりますよね。でフライト以外にも宿泊先などの予約も全て見直しが必要になってきますので、このコロナ陽性に伴うキャンセルに伴う経済損失というのはある程度個々人で覚悟をされる必要が出てくるというお話です。そしてこれもね心配ですよね。コロナ検査をした後ね、偽陽性の可能性があるということでね、本当はかかっていないのに間違って陽性反応が出てしまうという可能性も 0% ではありませんので、ある一定の確率でそういう方が存在するということについては、頭の片隅にね入れておかないといけないということですね。まさか自分がそうなるとは、誰しもが思わないですけどね。でそういう問題に比べると若干可愛い話ではあると思うんですが、特にねサラリーマンでお仕事をされている方、陰性証明の取得ができる医療機関が自宅から遠かったりすると結構大変ですよね。普通の医療機関なんでね、24時間営業とかではないので仕事を休んでいく必要があるわけですよ。もちろんビジネストリップであれば会社が手配してくれますので、出張族の方はねこれでもある程度いいのかもしれないですけど、秘書なんかにねこんな風に言うわけですよ。ちょっと君ちょっと来てくれ、航空券のチケットとあと宿泊先もね予約お願いと、ついでに PCR 検査受けるね病院の手配もよろしくねという風な感じで、こんな言葉がね社内で飛び交う日っていうのも、そう遠くはないんじゃないかと思うわけですね。では次行きましょう。サバイバル能力の求められ方が変わるというお話ですね。これは僕自身にも当てはまる話なんですけども、例えばね、海外にいる大切な人とグリーンゾーン国で落ち合うとしたらということで真剣にね、シミュレーションしてみて気がついたことなんですよ。国をいくつか転々とする方であったりだとか、トランジットを伴うフライトに乗る場合は特に気をつけなければならない、そんなお話です。先日こちらの動画で皆さんに報告をさせていただきました。僕の彼女がいるフィリピン、そのフィリピン政府が自国民の海外渡航を許可し始めたっていう話なんですね。残念ながら彼女に今ね日本に来てもらうってことはできないんですよ。これなんでかっていうと、今はまだ日本政府がね観光ビザの受付を開始していないからということで、こんなお悩みを持つ方っていうのはねかなり多いとは思うんですけど、となるとですね、日本とフィリピンそれぞれから飛び立って待ち合わせができるようなグリーンゾーン国がどこなのかっていうのを考え始めるわけですよね。例えばモルディブとかドバイだとか欧州の一部の国あたりが有力なんじゃないかみたいなね、いろんなことを考えるわけですよね。ここで気になるのが先ほどお話をしたフライトがキャンセルになってしまうんじゃないか、こんなリスクなんですよ。このご時世ですからこれはありえますよね。例えば、当日飛んだとしても遅延によってですねトランジットに失敗してしまったなんて言ったらこれはもう大変なことですので、一人旅であれば自力でいくらでも何とでもなりますよね。なんですけど相手がいてそのパートナーが旅慣れていないということだと、これは危険が伴ってくるということで、トランジットをねよくするようなハブ空港っつったらどこですかね。タイだとかね、シンガポールですとか、あとドバイだとかね、そこら辺の国を経由してトランジットをしていくことが想定されるわけですけど、そこでミスると最悪数日間はそこに滞在をしなければならないというね、この可能性について考えていかなければならない。これは一定のサバイバル能力を相手に求めざるを得ないということで、旅慣れてないねパートナーと一緒にそういった国々に行くってことは、若干のハードルがねの高さがあるというふうに言わざるを得ないわけなんですよ。でこういったリスクを考えると、僕のようなね人間が例えば自宅隔離のために有給が消化されてしまうとかね、そういう話はもしかしたらねちっぽけなものなのかもしれません。相手を含めたリスクをどういうふうに最小限化していくのか、ここが国際カップルにおい
てグリーンゾーン国で落ち合といった時の最大のテーマになるのかもしれませんよね。もちろん一人旅であったとしても、意図しない形で一時的に滞在しなければならないだとかね、万が一、コロナ検査で陽性が出ようもんなら、そこから治療を含めた隔離生活が始まるということになるわけですから、まあ恐ろしいやということなんですよ。こういった最悪の事態も想定をしていく。それがこれからのニューノーマルトラベラーに必要な心構えになるんじゃないかというお話ですね。それでは次参りましょう。変化4。そんなニューノーマルトラベラーの心構えを後押ししてくれるようなね、そんなお話です。海外旅行保険の重要性が増すということで、この理由は2つあるんです。まず1つ目、入院が必要な新型コロナウイルスの患者さんの平均治療費ですね、450万円から800万円程度かかるんじゃないか。こんな風に言われてるわけです。入国後のチェックで陽性が出ようもんならですね、そこから隔離コースがスタートとなりますので、もちろん日本の健康保険をね、海外で使うことはできないわけですよね。すべて実費になります。なので、これからの海外渡航では特に保険は必要なものになってくるんだと思いますよね。そして2つ目は、そもそもの入国条件として保険証明書の提示を求められるケースがあるんじゃないか。こんな点なんです。例えば欧州のいくつかの国なんかが該当しますよね。海外旅行保険、特に疾病保障は理解をして、内容をね、理解をしてかけていこうというお話になるわけなんですけど、まずですね、治療費としていくらぐらいを想定しておけばいいのかというお話なんですけど、これね、100万なのか、1000万なのか、はたまた1億円なのか、これは大いに越したことはないんですが、妥当な金額がどこなのかという話ですね。保証額が増えれば保険料も高額になってきますので、例えばね、大手の保険会社さんの商品ですと、治療費上限1000万から3000万ぐらいのね、幅の保険っていうのが、渡航1回分あたり数千円で購入できるだとか、高いものになると数万円とかあるんですけど、そんな感じで販売されている、そんな印象なんですね。それを都度支払っていくのっていうのは面倒な話ですし、塵も積もればなんとやらという話でね、そこでスペシャルなやり方を特別に皆さんにお伝えをしたいというお話なんですけど、それはですね、海外旅行保険付きクレジットカードでカバーしていこうというやり方なんです。クレジットカードの自動付帯による海外旅行保険、これによってね、コロナによる隔離入院を想定したおおよその費用をカバーできるという画期的なやり方ですので、とってもおすすめです。こちらの動画で銘柄の選び方を含めて徹底解説をしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。無料で作れますので、全く皆さんは損をしません。この動画で説明をしている通りですね、僕も実はね、これ数枚作っているんですよ。この作ったクレジットカードによる付帯される海外旅行保険ですけども、入国審査で提示するための証明書を取っておくってことがね、これまた重要になってくるというわけなんですが、各国の入国審査によって保険の証明書の提示が求められるケース、これにね、対応していかなければならないと。そんな時にクレジットカード本体をそのまま差し出してもですね、検査官にとってはそれ証明書になりませんよ。ただのクレジットカードなので、これはダメだということで、英語版の保険証明書を作って持参しておく必要があるわけなんですね。こちらの作り方に関しても動画の中で解説をしておりますので、ぜひチェックをしてみてください。それでは最後のお話、変化5。〇〇の存在が身近になるということで、これ何でしょうか。よくね、渡航制限に関する最新情報というのは外務省のサイトを見るべきだよねというご意見をですね、皆さんからいただくことが多々あるわけなんです。それはもう全くその通りで、僕もそれは完全同意なんですね。動画でも間違ってる箇所あるかもしれないので、そういった意味でもですね、皆さんには外務省のサイトをご自身で必ずチェックをしていただきたい、そんな風に思ってるわけです。そしてですね、ここで押さえておきたいところというのは、では最新の情報が外務省にずっとアップデートされ続けているのかというお話なんですけど、これはですね、見ている感じだとそうでもないんですよね。
これは僕が日々世界の渡航緩和情報の動向を追っていて気がついたことなんです。こんな感じでね、世の中の情報というのは最新化されていっていますね。一番早い情報リソースがどこなのか。それはですね、各国の政府関係の公式サイト、これのね、ニュースリリースが一番早い、お知らせということになりますね。で、2番目が、はてなはてなはてなとなってますけど、3番目に、外務省の海外安全ホームページというものがありまして、そこに反映されるということです。さすがにですね、現地語もしくは英語で書かれた現地政府のウェブサイトを毎回のようにチェックするというのはね、皆さんにとってはちょっと大変なのかもしれません。僕もそれは大変なんですよね。体裁が異なりますし、言葉の壁も大きいですよね。日本の外務省のサイトですらですよ、僕ら我々日本人にとっても長文でね書かれて読みづらいというのと同様にですね、海外政府の情報を辿っていくっていうのはもう僕らは逆に外国人になりますので、外国人の人がその海外のね政府のサイトを見る、これはね多少なりともハードルがあるわけですよね。ここで一点問題があることに気づいたわけです。そんな僕らを助けてくれるのが外務省の海外安全ホームページというお話なんですが、ここがですね更新される頻度なんですけどね、場合によってはその情報が出てからどうですかね、場合によっては3日とかねかかってくる場合があるんですよ。特に渡航制限がかかる方向に倒れる場合に更新が遅れてしまうと、これはね致命傷になりがちですよね。実はねロックダウンがかかって入国制限がかかっていたのにそれに気づかずに渡航をしてしまうということがこれは0% ではありませんので、そこで皆さんに覚えていただきたいのがこちらの順序になっているわけですね。まずは各国の政府筋の公式サイトニュースリリースが一番早いということですけど、その次に来るこのハテナハテナハテナだったところが各国にある日本大使館のニュースリリースということになるわけですね。頼りになるのは各国にある日本大使館というお話なんですけど、入国制限に関する情報はおおむね僕が見た感じだと1営業日程度かかる場合もあるんですけど、翌日にはですね外務省のページよりも早く各国の大使館の情報が更新される、かつローカルルールなんかにも触れてねきちんと記載されてしてくれる場合が多いので、情報が細かいんですね。かつ日本語で書かれているということで、先ほどの話に出たようなサバイバル能力を発揮しなければならないとね、トランジットに失敗したりだとかコロナの陽性が出てしまって予期しない滞在がかさんでしまったとかね、そこでもう現金が尽きてしまったなんてことがあればですね、大使館の連絡先を知っておくだけでも我々日本人にとってはセーフティーネットになるわけです。国によってはねコロナの影響で失業率がぐっと増えてしまったことによって治安が悪化してしまったなんてことがあるわけですよね。その場合にはパスポートが入ったバッグごと盗まれてしまうということもこれもね、ありえない話ではないので、そういった場合に現地警察っていうのは我々外国人に対して動いてくれないことが多いわけですよね。やはり大使館の連絡先というのは知っておこうねというお話になるわけです。もちろんちょっとしたお困りごとをね問い合わせるほど相手も暇じゃありませんので、例えばねどうなんだろうな、ここら辺界隈でね、一番辛いインド屋さんはどこにありますかとかですね、そんなことを問い合わせてはいけないわけですよ。あくまでも自分たちの身に降りかかる危機に関して最後の砦になり得るということを覚えておきましょうというお話ですね。ということでまとめをしてまいりましょう。今日はこんなお話をさせてもらいました。変化、5つの変化ということでね、変化1、事前のコロナ検査が身近になるということで、検査用費であったりだとか、検査の必要性であったり、方式を事前にチェックしておきましょうねということでした。変化2、航空チケットの買い方が変わるということで、キャンセル規定は購入前にきちんとチェックをしておきましょうというお話です。そして変化3、サバイバル能力の求められ方が変わるお話に関しては、ある程度ね、やっぱり覚悟を持ったところが今後必要になってくるんじゃないかなと。そして想定外の出来事が起きても、落ち着いて対処するっていうことになるんですけど、その時の下支えになるのがこの変化4ですね。海外旅行保険の重要性が増すということで、対処をする際にも保険っていうのはもう必ずなくてはならないものなんで、先立つものは保険でカバーということなんで、ぜひですね、クレジットカード等をうまく活用してカバーしていきましょうというお話。そして変化5、大使館の存在が身近になるということで、最低限場所ですとか連絡先だけでも事前にね、押さえておくことで、いざという時のセーフティーネットを、これをね、知っておくことができますということでした。
本日はコロナ後の海外旅行の変化5選についてお話をさせていただきました。まだまだね、自由に渡航ができる状況にはないんですけど、今後必ず緩和が進んで、皆さんが、会いたい方に会えたりだとか、進めたい仕事ができたりだとか、学業に、専念できたりだとか、そういった未来がね、もうすぐそこまで、来てるんじゃないかと思うわけです。いざ自分にチャンスが巡ってきた時に、自分の身を守るための準備、そろそろ始めていきましょう。ではまた次の動画で。Say hi first. Say hi. How is it? How is it? Ah, by the way, it's like a good view, Daichen. Like the sunset. The sunset.